じゃ不気味度を魅力じゃ。今回は PC エンジン CD ロムのスーパーシュバルツシルトをプレイしていくのじゃよ。基本的にストーリー重視のゲームということもあり、戦闘シーンは4倍速でお送りするのじゃ。それでは前回のあらすじじゃ。オーラクルムで起きた国王暗殺と反乱はソマリ政権北方の侵略を企む軍事国家ロッサリアの企みだった。グレイブリー、ゲルーマンとの三国軍事同盟を背景に圧力を高めるロッサリアに対して、ついに立ち上がったオーラクルムは友好国ラターニアの助けもあり、隣国トリスティアの領土を取り戻すことに成功する。しかしロッサリアは諦めず、戦争はさらに激化する気配を見せていた。というわけでエピソード3じゃ。エピソード1では惑星3つに操作できる艦隊は1つ、エピソード2は惑星6つに艦隊は2つだったが、エピソード3では惑星はさらに増え、操作できる艦隊も3つとなっている。勢力も自国であるオーラクルム以外にロッサリア、ゲルーマン、そして友好国のラターニアと4つの勢力が入り乱れているのじゃ。ただチュートリアルとして徐々に増やしていくことで、シミュレーションゲームに不慣れな人でも入り込みやすくなっているのが素晴らしいな。パソコン版のシュバルツシルトシリーズはかなり高難易度だったのじゃが、家庭用としてのこのアレンジは正解だったとわしは思うのじゃよ。さて状況としては、奪回したトリスティアの元領土を狙うのを諦めないロッサリアが4個艦隊を展開して間近に迫っている。しかしロッサリアの同盟国であるゲルーマン、そして我がオーラクルムの友好国であるラターニアは今のところ中立状態じゃな。ゲルーマンとの距離が近いのは心配じゃが、まずは戦争状態にあるロッサリアを撃退するのが優先というところじゃな。ロッサリアの艦隊は1艦隊に2隻しかいないので、惑星アウラに駐留している艦隊で一旦はしのげそうじゃ。各惑星のデータを一通り見てみるとするか。戦闘は今までと同様に敵の機関だけをひたすら狙う戦法じゃ。前回完成した新型戦艦ジェノライト級が十分に頑張ってくれているのじゃ。できるだけこちらの機関はダメージを減らせるように出回るのも重要じゃな。
中で第2艦隊がやられてしまったが、見事に敵の4艦隊を全て退けたのじゃよ。そして新型戦艦の完成を早めるための研究への投資と収入増加につながる小惑星探査は毎ターン必ず忘れずに実施するのじゃ。あとは艦隊の修理じゃな。そういえばエピソードが変わったのに改装をやっていなかったのじゃ。前回も言ったが、エピソードが変わると階層の設定がリセットされてしまうので、エピソードが始まったり新しい戦艦に変えた時には必ず改装をするのも忘れないようにしたい。前回も言ったが、基本的にボムは不要じゃ。攻撃は最大の防御なので、新しく加わった第3艦隊のタッカーさんには早速出撃してもらうのじゃよ。先ほどやられてしまった第2艦隊の修理をしておかねば。あとはいつも通りの研究と小惑星探査じゃ。第3艦隊で惑星キエフを攻めることができるのじゃが、今ここには相手の艦隊が4つすべて駐留しているので、それらをすべて撃破し、さらに惑星の防御衛星も破壊しないと占領はできないんじゃよね。さすがにそれを1艦隊だけでやるのはかなり厳しいが、まあ敵艦隊の数を減らしておけば次につながるのでやってみるかな。とりあえず相手が1艦隊に2隻しかいないのが助かるな。あとはコンピュータがかなりおバカなのもありがたい。もしこちらと同様に機関をひたすら狙ってこられたら、このゲームの難易度は跳ね上がるのじゃよ。まさかの4艦隊を全て撃破じゃ。あとは防御衛星だけじゃな。衛星も4機いるので結構大変じゃが、なんとかなりそうじゃな。さすがオーラクルム国王の元学友タッカーさんじゃ。1艦隊だけで敵の4艦隊を撃破し、防御衛星まで破壊する大活躍なんじゃよ。このままの勢いでさっさとロッサリアを追い込んでしまいたいところじゃな。
惑星キエフを占領し、ロッサリアとの戦いを有利に進めているところで、三国軍事同盟の盟主であるブレイベリーから通信が入る。丁寧な物腰で平和とか安定とか耳障りの言い方をしてくるあたりがまさに外交じゃな。停戦の仲介を持ちかけてきたが、条件として結局キエフを返すだけでなく裏まで取られてしまうようじゃ。とはいえ停戦を拒否して三国同盟と3対1で戦うのはいくらなんでも無謀すぎる。ブレイベリーの背後には大国イスカニアンも控えている。さすがのクリスタンも停戦自諾を進めてきたのじゃよ。ちなみにもちろん拒否することもできる。その場合はロッサリアとの戦争は継続し、さらに途中からゲルーマンも宣戦布告してくるので、2国を相手に戦わなければならない。ラターニアも動かないので、かなりきつい戦いになるのじゃ。今回は仕方ないので停戦を受け入れるのじゃよ。戦争状態からは抜け出したものの、せっかく奪回した裏もタッカーさんが頑張って手に入れたキエフも失ってしまったのじゃ。無謀な戦いを避けるためとはい悔しいな。が新召喚を期して研究と小惑星探査を続けるのじゃ。よく見たら第一艦隊も改装し直していないことに気がついたのじゃ。危ない危ない。第二艦隊も改装していなかった。我ながらよくこれでここまでしのいだものじゃな。
戦状態になったとはいつどうなるかわからないので、艦隊は惑星に駐留ではなくすぐ動けるように中域に展開しておくのじゃ。さすがに第三艦隊は全滅に近いので修理費が足りないな。もうすぐ新型戦艦も完成するので、修理ではなく新型に買い替えるということで一旦放置するのじゃ。お、やっと資源体が見つかったのじゃよ。惑星が減った分収入も減っていたので助かるのじゃ。新型戦艦の開発完了まであと2ターン、もう少しじゃな。なんとラターニアがゲルーマンに対して宣戦布告したらしい。確かに前回のエピソードではラターニアが演習を行うことでロッサリアの艦隊を引きつけてくれた恩があるのじゃ。ラターニアが滅ぼされたらもう助けてくれる国はなくなり、オーラクルムも同じ道をたどることになる。今ならオーラクルムとラターニア、ロッサリアとゲルーマンで2対2の戦いに持ち込めるというわけじゃな。もちろんここで同盟拒否もできる。その場合はラターニアが単独でゲルーマン、ロッサリアの2国と戦うことになる。時々同盟の依頼が何度か来るので承諾すれば共闘できるが、無視し続けるとラターニアは滅亡し、結局オーラクルムだけでゲルーマン、ロッサリアの2国と戦わなければならない。ラターニアの領土も全て取られているので、その場合はかなりの無理ゲーじゃ。前回もそうじゃが、侵略国家への融和政策は一時の平和しか得られず、結局苦しみが増すだけなんじゃよね。停戦した直後にこちらから攻撃というのはちょっと卑怯な気もするが、きれい事だけでは国際社会の荒波を乗り越えていくことはできないのじゃ。まずは惑星アウーラを返してもらうのじゃ。次のターンには新型戦艦が完成するので良いタイミングじゃ。ロッサリアの惑星キエフとゲルーマンの惑星エスター、目の前のこの2つからの攻撃をどうしのぐかじゃな。ロッサリアが軍備を増強しているようじゃが、新型戦艦のフリオス級が完成したのじゃ。惑星アウーラに攻め込まれる前に少しでも敵艦隊の数を減らすのじゃよ。そしてここまで修理せずに放置していた第三艦隊には新型のフリオス級を配置するのじゃ。
コストが高くて1隻しか配置できないな。まあとりあえず第1、第2艦隊だけで防げるじゃろう。1艦隊につき2隻しかいないロッサリアと違って、一つ格上のゲルーマンはしっかり1艦隊に4隻を配置しているのでなかなか手強いな。ただ今までと違って今回は味方の勢力としてラターニアの艦隊が動いてくれており、ゲルーマンの艦隊をいくつか引きつけてくれているのがありがたい。とりあえずこちらは前進あるのみじゃ。機関だけでも新型のフリオス級にしておくと艦隊の継戦能力が上がるのじゃ。何しろ機関がやられたら負けじゃからな。修理したくても資金が足りないのじゃ。第3艦隊はまともな戦艦が2隻しかいないが、後で修理することにして出撃してもらおう。惑星ウスタンには今駐留している艦隊がいないので次に攻撃されることはないし、惑星キエフにも多分1、2艦隊しかいないはずなのじゃ。ロッサリアもいつの間にか1艦隊が4隻編成になっているのじゃ。これが先ほどの軍備を増強しているというやつじゃな。惑星キエフに残っているのは3艦隊じゃな。先ほどは第3艦隊のタッカーさんが4艦隊をぶちに行って占領まで行ってたので、きっとバウマンさんならやってくれるのじゃ。
戦の末、再び惑星キエフを手に入れたのじゃよ。ただ先ほどと違ってすぐ近くの惑星エスタンからゲルーマンの攻撃を受けることになる。とりあえず残った艦隊をキエフに移動して防御を固めるのじゃよ。ゲルーマンの艦隊はラターニアとの戦線に移動していたようで、ウスタンには1艦隊しかいなかったのじゃ。これで中流艦隊のいない惑星エスタンもいただきじゃな。シールドが強化されたようなので、しっかり改装もしておくのじゃ。準備も終わったので、中流艦隊がいなくなった惑星エスタンに攻め込むのじゃよ。よし、惑星エスタンを占領したのじゃ。宇宙回廊を抜けて、おそらく同じように惑星エスタンを目指して進軍していたラターニア艦隊にはちょっと申し訳ないのじゃ。これでラターニアの艦隊は南側のゲルーマンとの戦いに集中してくれるはずなので、こちらは安心してロッサリアとの戦いに専念できるのじゃよ。一気にマップが広がって不安になりがちじゃが、南側は基本的にラターニアとゲルーマンの戦場なのでほぼ放置で問題ない。実質的には北側のロッサリアの領土だけが戦場と考えると、それほど広くなったわけではないのじゃよ。ここからは少しずつ艦隊に新型のフリオス級を配備しつつ、ロッサリアの惑星をしらみつぶしにしていくのじゃ。本作のプロデューサーである
信博はもともとのパソコン版シュバルツシルトシリーズを立ち上げ、ライターとしてもその壮大な世界観の作り込みに大きな貢献をしている。本格ファンタジー RPG である「覇者の封印」の制作や、その後は毛量戦記まだらの世界設定を手掛けるなど、ライターとしての活躍の方が有名な方じゃな。ディレクターの永井智彦氏も、開発元である高画堂スタジオのソフトウェア開発部の立ち上げから参画したプログラマーで、当時としては珍しい人工知能を使ったゲームなども開発している。シュバルツシルトシリーズやキソールーガシリーズなどのディレクションを手掛けるなど、阿賀信博と同様にまさにシリーズの立役者じゃ。このお二人も含めて、パソコン版のオリジナルを手掛けたスタッフがそのまま本作に関わっているというのが、本作のクオリティの高さにつながっていると思うのじゃよ。次の狙いはこの惑星エルブルグじゃな。ダメージは出ているが、防御衛星抜きだけならなんとかなるじゃろう。よし、惑星エルブルグも占領できたのじゃよ。ここからは向かう先が分かれるのじゃ。惑星フギンを先に狙うか、惑星ムニンを狙うか。どちらにしても敵の戦力も分散されるので、こちらとしても好都合なんじゃよ。うまく片方に引きつけて、少ない犠牲で領地を広げるのじゃ。ラカーニアはあまり先に進めていないようじゃな。まあゲルーマンを引きつけてくれていれば十分じゃ。ターンごとに艦隊の修理と新型戦艦配備による改装の作業がめんどくさいのじゃよ。とはいえ、これをやらないとほとんどプレイヤーがやる作業がなくなって、何のためにゲームをしているのかわからなくなるから仕方ないのじゃ。
給も完了したので、とりあえず11機に艦隊を展開してロッサリア艦隊を迎え撃つのじゃ。案の定ロッサリアは艦隊を分けてきたようじゃな。惑星フギンから3艦隊、惑星ムニンから1艦隊が出てきているのじゃ。とりあえず近い方である惑星フギンを目指すのじゃ。全く余談じゃが、ロッサリアはロシア、ゲルーマンはドイツとして、ブレイブリーはグレートブリテン、つまりイギリスが名前の元だと思うんじゃよね。いずれも昔は領土的な野心が強かった国ばかりじゃな。あ、ロシアは今もか。この攻撃をしのげば、次のターンには惑星フギンを落とせるんじゃよ。艦隊くらいティアラ様なら楽勝なのじゃ。惑星フギンは占領したので、次は惑星ムニンじゃな。ムニンを落とせば、ロッサリアは主勢のモスコーだけになる。
ゲルーマンの艦隊が一つだけ惑星エスタンに来ているのが気になるな。そして三国同盟のブレイベリーがロッサリアたちに援助をしているようじゃ。ただラターニアもワルキュリアから援助を受けているようじゃな。ロッサリアはあと少しなのでラターニアにも頑張ってほしいのじゃ。また4艦隊との連続戦闘じゃが、バウマン提督ならやってくれるじゃろう。敵の戦艦がバイルボーン級からレプルボーン級にパワーアップしているのじゃ。これがブレイブリーからの軍事援助ということじゃな。さすがに4艦隊すべては倒せなかったのじゃよ。この辺りから戦闘に時間がかかるのがちょっと暗くなってくるのじゃ。なかなか厳しい戦いになってきたのじゃ。とにかくできるだけフリオス級に切り替えていくのじゃよ。とりあえず惑星エスタンには1艦隊を防衛に置いておくのじゃ。さて、惑星ムニン攻略に再度挑戦じゃ。
ついにロッサリアも残りは市政モスコーのみじゃ。ラターニアもやっと惑星エベル軍を落としたようじゃな。こちらも全艦隊でロッサリアの主勢へ向かうのじゃよ。ここで撃退できれば次のターンでロッサリアを落とせるはずじゃ。さすがティアラ様の第二艦隊、見事に全て忍びきったのじゃよ。あとは回復して反撃するだけじゃ。やはりロッサリアにとどめを刺すのはトリスティアの史跡であるティアラ様に任せるべきじゃな。まさに剣道将来といいやつじゃ。ついに雪辱を果たしたのじゃよ。あとはゲルルマンのみじゃな。
方からはラターニアも攻め込んでいるので挟み撃ち状態じゃ。しかしゲルーマンとは特に通信での会話もなく、いまいち印象が薄いな。もう少し何かイベントがあるとよかったのじゃよ。第一艦隊と第三艦隊だけでも十分じゃな。信長の野望とかもそうじゃが、こういう戦略系のシミュレーションゲームをプレイしていて、苦戦した敵の最後の拠点を囲んだ時のカタルシスはたまらないものがあるな。こちらが有利になると作業になって楽しくないという意見もわかるが、苦労した後の爽快さというのはやはりいいものなのじゃ。RPG でレベル上げを頑張った後に無双するのと同じじゃな。この辺りは消化試合のような感じなので、特にコメントはなく淡々と進めていくしかないな。この手の動画はどうせこういうゲームが好きな人しか見ていないとは思うが、さすがに1時間動画は長すぎたなと反省してるのじゃ。次回からは一つのエピソードを2回くらいに分けて公開する予定なのでよろしくなのじゃよ。
オラクルムで起きた反乱からまさに伸びのごとく燃え広がった戦いだったが、三国分治同盟もとブレイベリーだけになったのじゃ。敵の艦隊は残っているが、いい加減そろそろ今回の動画も終わらせたいので、ガラ空きのゲルーマンの主勢のみを攻めることにするのじゃよ。とどめは第三艦隊のタッカーさんにお願いするのじゃ。ついにゲルーマンを倒したのじゃよ。陛下、イストラムー統合軍司令サンデッカー提督から通信です。これは珍しい。ご無沙汰いたしております。陛下が我が国に留学されていた時以来ですな。久しいな。その折は世話になった。あの頃が懐かしいぞ。いい時代でしたな。陛下、本日は興味深いものをお見せしようと思いましてな。よほどのものか。先日イストラムーに届けられたエスパニアン皇帝グラフツラーの演説です。それは確かに興味深い。6時間近くもたわごとをのたまってましてな。これは要点だけ編集させたものです。卑劣なる策略を弄し、美しきソマリ政権の歴史に数々の汚点を記してきたイストラムーが、ついにソマリ政権で2の大国エスパニアンの皇帝グラフツラーの登場じゃ。か弱き近隣諸国を属国と化し、我が理想国家エスパニアンをその忌まわしき同盟の輪で包囲しようとしているのだ。これは明らかなる脅迫である。我がエスパニアン、ひいてはソマリ政権を私せんとする暴挙である。かの国の独裁者はその腐りきった脳髄によって自らを破滅の道に導いたのだ。我々はこの愚劣な行為に対し断固たる態度で挑むことを宣言する。全ソマリ政権の自由のため、我らエスパニアンは不退転の決意をもって立ち上がるのだ。アッセンやエヌイストラムーの民よ、今こそ銃を取り放棄せよ。我がエスパニアンの聖なる戦士たちと共に独裁者を血祭りにあげよう。我エスパニアン皇帝グラフツラーは諸君らに真の自由を約束するだろう。エスパニアンの人民。凄まじいな。私もこの年になるまで我が国が独裁国だったとは知りませんでしたぞ。これは宣戦布告なのか。こちらでもそう解釈してはおるのですが、ソマリ政権全体を巻き込む話ですからな。手を出すのはあちらからと願いたいものですな。火種となった同盟とは例の通商条約のことか。エスパニアンが経済封鎖を行いましてな、困窮する近隣諸国に泣きつかれたのですわ。エスパニアンの描いた絵というわけか。長い戦になりますぞ。佐藤勇氏が演じるサンデッカー提督はいかにも経験豊富で老快なる知将という感じでよいな。油断は禁物か。問題はこちら側の戦線だな。グレイブリーがどう動くか、十中八九モーゴル藩を伴うだろう。さよ、モーゴル藩は目先の利で動く傭兵国家ですからな。ラターニアとの連携が寛容か。我がイストラムーがエスパニアンを落とすまで何とぞご辛抱。承知した。次にはエスパニアンの主勢で会おうぞ。は、アラゴンでお待ち申しております。オラクルムで起きた反乱が引き金になって、イストラムーの大助けは国イス望めんトラムーというわけか。とエスパニアンとのソマリ政権全体を巻き込んだ戦乱に発展してしまうことになったのじゃ。各惑星の住民感情は予想以上に良好です。総司令部を移すとすれば
どの星かな。カターンが最適かと。即刻手配してくれ。グレイブリー・モーゴル藩の戦力状況は？両国とも全艦隊にガイルボーン級戦艦を配備済みです。我がグ国やラレイブリターニアのーにはフリオス級ではベテルボーン級よりさらに上のガイルボーン級が配備されてい必死に努力しておるようじゃ。りますゆえ、新型艦の完成も間近かと。新艦隊の編成は進んでいるのか？第4艦隊が稼働するにはまだしばらくかかるようです。また艦隊司令のカーク退役大佐はただまだ着任次のされておりエピソードませんが、からはこちらも4艦隊編成になり先日そうじゃな。准将として服役登録されました。次回はグレイブリー、そしてモーゴルハンとの惑星探査戦いじゃ。隊に志願した変わり者め。戦と聞いてそれでは舞い戻るとは今回はここまでじゃ。次回もよろしくな。